まず驚くのはそのサイズです。この作品、100円ショップのケースを活用して制作されていました。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回ご紹介するこの駅、東北や信越の風景をイメージして制作された作品です。なぜか人がいないはずのこの風景から暮らしとか物語まで想像しちゃう。今回は東京ジオラマ展で取材させていただいたおでこさん制作の土地店防線駅を通してこの作品が持つ不思議な魅力を僕なりの視点なんですけど紐解いていきたいと思います。魅力をギュッと凝縮した動画にしましたんで最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。メンバーシップを始めました。詳細は概要欄をご参照ください。まず驚くのはそのサイズです。この作品、100円ショップのケースを活用して制作されていました。でもこの小さな空間の中には地方施設の駅前風景がギュッと凝縮されていて、赤い屋根の待合室、単線の線路、小さな駅前広場、そして駅の脇の道路と踏切。一見するとシンプルな作品なんですけど、実は僕ですね、この作品初めて拝見した時に実在しない駅だけどなんか信越の風景を思い出すなって思ったんです。その理由を一つ一つ紐解いてまいります。では僕がなぜこの作品を見て信越地方を思い出したのか、その理由の一つがこちら、このリンゴの花なんです。僕この花見て東北や信越みたいと思ったんです。さらに建物に目を向けてみるとプロパンガスの設備があったんです。都市ガスが整備された都市部っていうよりは郊外とか地方の風景を思わせてくれました。そしてその脇にはオイルタンク。これって寒い冬を越すための暖房設備ですよね。北海道でよく見てきた大型のものとは違ってたんで、これは本州だろうなって思ったんです。こうした何気ない表現の積み重ねがその地域の空気感を想像させてくれました。おでこさんからお話を伺わなくても雪国かもしれないとか、ローカル線が走る地方都市だろうななんて、そんな風景が自然と頭の中に浮かんできたんです。でもこの作品の魅力って地域性だけじゃなかったんです。実はこの作品、100円ショップのケースを使っためっちゃコンパクトな作品なんです。でもそれなのに実際のサイズ以上の広がりを感じました。その理由の一つがおでこさんが制作の時にめっちゃこだわったっていう高低差の表現。よーく見ると線路は築堤の上を走っていて、ホームや駅前広場、そして道路との間に微妙な高低差が設けられていたんです。特に印象的なのが駅の脇を通る道路で、この道路はホームよりも低くなっていて線路に近い高さ、少し高いんですけどね、を通ってるんです。だから線路とも高さが違うんですよね。さらに道路脇には水路が設けられていて、この水路は線路の下をくぐっていました。駅前では水門が、2種類デザインが作り分けられた踏切警報器の脇には会所も再現されていたんです。おそらく駅前の地下暗渠で通って廃墟になって、暗渠でまた築堤の下に水が流れていくのかななんて想像しました。わずかなスペースの中に水の流れまで感じさせる表現には驚かされます。そして線路に目を向けるとコンクリートの柱と地方施設でよく見られるトラス構造の河川柱が作り分けられていたんです。そこに自作の河川が設置されてて、コンパクトな作品とは思えないくらいの情報量が凝縮されているんです。そしてもう一つ注目したいのが線路の形。この作品の線路にはほとんど直線区間がありませんでした。線路は緩やかにカーブしてて、ホームもまたその線形に合わせて緩やかに曲線を描いてるんです。実際の鉄道風景も意外と完全な直線は少ないかなって思うんですね。だからこそ僕たち無意識のうちにこの作品に本物らしさを感じちゃうのかななんて思いました。でもですね、この作品もっと驚くべき魅力が隠されていたんです。この駅って誰もいないはずなんですけど、なぜか人の暮らしが感じられるんです。例えば駅前に置かれた2台の自転車、よく見ると前かごまでしっかり再現されてて、通学に使われるんでしょうか、それとも近所の人が駅を利用するために置いてるんでしょうか。このカゴ、学校帰りのカバンが入るのかななんてつい想像しちゃいます。そして建物に目を向けると電気メーターや引き込み線、さらにはここ郵便受けまで再現されているんです。
派手な表現じゃないんですけど、こういう生活の痕跡があることで建物が単なる模型じゃなくって誰かが暮らしてる家に見えてくるのかななんて思いました。建物の脇に咲く花、駅前の静かな広場、待合室の脇に立つ一本の木、どれも決して目立つ存在じゃないんですけど、それでもこの駅に流れる穏やかな時間を感じさせてくれました。もしかすると次の列車で帰宅する高校生がいるのかもしれません。朝の列車を利用する人がここを毎日通ってるかもしれません。この作品には人がいないんですけど、なぜか人の暮らしや物語が見えてくる。そこに僕は強く惹かれました。おでこさんによると、この作品は実在する駅を再現したんじゃなくって、ご自身の心象風景を表現したんだそうです。だからこそ特定の場所を再現した作品とはまた違う魅力があるんですね。実際には存在しない駅だけど、見る人それぞれがご自身の記憶を重ね合わせていくことができる。ある人は故郷のローカル線を思い出すかもしれませんし、ある人は子供の頃に訪れたおじいちゃんおばあちゃんの思い出を重ねるかもしれません。そして僕は信越地方のどこかにありそうな風景を思い浮かべたんです。さらに作品名の土地伝っていう響きから新潟県の土地をとかかつての地方施設を連想したんです。そこでそのことをおでこさんに伺ってみたら、東北地方をイメージしながら当時お住まいだった信越地方の風景も取り入れて制作されたそうです。これらのリンゴの花、築堤の上を走る単線の線路、駅前に置かれた自転車、赤い屋根の待合室、そして建物の壁に掲げられたこの看板、一つ一つは小さな表現ですけど、その小さな表現の積み重ねが人々の記憶を呼び起こして、この作品にしかない独特の旅情を生み出しているのかななんて思いました。凄腕モデラーの愛樹さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。おでこさんの記憶から生まれた風景が僕たち自身の記憶も呼び起こしてくれる、そんな作品だったように思います。行ったことがないはずなのになぜか懐かしい。土地店防線駅はそんな不思議な魅力を持った作品でした。おでこさん、素敵な作品を取材させていただき誠にありがとうございました。実はですね、おでこさんの作品は前にも取材させていただいてて、どの作品にもどこか旅情を感じさせる独特な魅力がありますので、ご興味がある方はぜひ過去の動画もご覧いただけましたら嬉しいです。あ、そうだ、メンバーシップを始めました。メンバーシップの運用とチャンネルコンセプトについて1本の動画にまとめました。走行動画としてもお楽しみいただけますので、よろしければ概要欄をご覧ください。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。